ちは、ゴロゴロキッチンのまみこです。お引っ越しが完了しまして、全く片付いているわけではありませんが、いろいろご要望いただいたのでルームツアーをしようと思います。よろしくお願いします。で、このお家はですね、前と変わらず賃貸で、かつお値段もあまり変わらない、家賃もあんま変わらないですね、というのも前のお家から2個ぐらい駅がちょっと奥になった、ちょっと郊外っぽくなったという分かしらそうねその分なのかわからないけど、だいぶ広くなりました。だいぶ 1.5 倍ぐらい。そうだね、1.5 倍、そうだ 1.5 倍ぐらいだね、1.5 倍ぐらい広くなり、かつベランダも増えました。だからこう実感的には結構広くなった、という感じですね、でここはまずリビングルームになりまして、リビングダイニングか。でまずですね、ここで一番すごく入ってきておーって思ったのが、この窓がすごい全面大きくあるこのリビングルームがとても明るくて開放的でいいなっていうのをすごく感じたですね。来た時はまだね、家具とかも置いてあったけど、それでもなんか広いって明るいって感じがすごいして、でツーさんはすごくこの窓はすごい近代建築感だからどうなのかな、って言ってたけれど、ね、入ってみたらそんな気にならなくなったね。全然気にならない。あんなにムー言ってたのね。ムーは言ってない。ムーは言ってない。ムーって言ってたのね。で、こっち側を一応ダイニングエリア、そっち側をリビングルームエリアのつもりに考えています。でそんな感じなので、ここに私の食器棚を配置してみました。もうここは一応中も全部入れました。なので食器棚だけは完成していますっていう感じかな。でもちょっとその周りの部分とかはまだこれからどうしようかなっていう感じだけれど、前よりここに目の前に物もないからすごいね、扉も開けやすくなった。すごく、だから出し入れ、お皿の出し入れもしやすくなりました。でここ、これがツーさんこれ直してなかったわね。よいしょよいしょ。ここはよいしょ、ツーさんのミュージックスペースがそのまま移動されています。ここに鳥を置いたのは、ここに置かないとここを台に虎が食器棚の上に乗るからです。なるほど、そうだったんですね。そうなの、知らなかった。危ないんですね。だからこの上にこうやって置いとくと虎は登らない、偉いから。偉いんだねという感じなのでなっています。でこのダイニングテーブルは前のまま、下の絨毯も前のまま、椅子も前のままで持ってきて使っています。で最初はね、もっと大きいテーブルの方がいいのかもね、ここ広いからって言ったけど、別にこれはこれでありかっていう感じな気になってきましたね。そうね。あってもいいんだけど、そんなうち大人数でご飯食べないから。そうね食べるにしてもそんなに頻繁にじゃないからね。なんかほら、こうフランス人の家族とかでさ、おじいさまおばあさまも来るとかさ、孫も来るとかだとやっぱこうやって大きいテーブルがいいと思うけど、うちだって猫2匹3匹だ。そう、今3匹。猫3匹ここにいるでしょだからいらないよねっていう感じで、でこのスツールは前はソファーの横にあってライトを置いてたやつなんだけれど、とりあえずここに置いてみました。で植木を置いたりとかして、こういう人が前に出てこれるのは良いね。なんかスペースがあるからね。っていう感じで、ただまだこのお家は広いけど収納があんまりないので、収納前結構あったね、実はね。なんでちょっと今物が入りきれなくなっています。だから棚を買わないといけません。そうですねでしょうがないので、今ここにラジエーターの上に置いてます。寒くなる前に片さないとこの人たちが燃え上がる。そうだね大変だねっていう感じで、ここに私のカビコレクションを
ここにこの人でも大至急しまう場所を探さないといけません。はいはい、でこれは前は本棚として廊下にあって本を入れてたね、いろいろね。そうね。なんだけど本を入れるっていうような素敵な本でもないからどうかなっていうことで、とりあえずここに一応そうね。置き場になっています。まあここに置いて小物を置いてもまあいいのかもね。この本棚はちなみにツーさんがモンマルトルで拾ったんだっけ？そう、モンマルトに住んだ時家の前に落ちたから拾ってきた。でもうペンキ塗ったんでしょ？そうペンキもう2回塗り直した、うん前は全然違う色だった。どんな色だったかも覚えてない最初。そうということでフランスでは物を拾ってリサイクルそうですね。ですね。はいはい、でこの辺のものは前からあったでしょ。そうね。椅子ね、うんここ引っ越してきたらツーさんのお友達に「このうちはなんでこんなにたくさん椅子があるんですか?」ってそうね、言われたんでしょ。そういっぱいありますね。なんでこんなにあるんですか？椅子じゃないの、物置なの。でこちらはベランダに出るドアがこことここ2つあります。ここもしかしたら前こうやって部屋だったのかしら。可能性的にはあるよね。そうね、あるかもね、確かにね。だってフランス人結構小分けにしたがりますもんね。そうだね。でここはね自動でビューッと雨戸が下がります。おお。これ楽でいいね。うん。パチッタッタッという感じでなかなかスムーズな動きをします。はい。じゃあ外に出ましょうか。よいしょ。よいしょ。でベランダはこんな感じでまだ全然掃除ができていないのであまり綺麗じゃありませんけど、緑がいっぱい置けそうな広いスペースになっています。広い。広いね。まあだって前こんぐらいじゃなかった。そうもっともっと全然倍ぐらいだもんね。でここはねこの窓からのこの先の眺めもすごい月の方まで道が一本ビューッと遠くまで続いているのとかですごく開けていて、目の前に大きい建物もあんまないでしょ。でかつ目の前にあるのはこの大きい木があるから、それでちょっとグリーン感もあってすごいいいのよね。すごい静か、まあ今夏だからかもしれないけどすごい静かで落ち着いている感じがしてとても良い感じですね。はい。でまあそんな感じなのでここに他にもまたいろんな植木をでも増やしていったら大変なのかしら。まあ増やすことになるんじゃないで椅子とかも置いたりできたらいいわね。そうだね。と思っていますっていう感じかなここは。はい、でこちらがリビングルームスペースなのですが、まだソファーがないので保育所のプレイルームみたいになってますけど、一応ここにソファーを置いて、もしあれだったらここに一人掛けとか置いてコーヒーテーブルを置くという壮大な夢が広がっていますね。でも俺結構この感じ好きだけどね。私はソファーを置きたいですでここはなんか謎に斜めになっているから、どういう風にソファーを置くのかなっていうもあるけどね、っていう感じです。でこちらのコーナーはまだ片付いていないというコーナーですね。本とかその他諸々がいっぱいあります。これを片付けなくてはいけません。で本来はここは私の机を置いてちょっと本棚を置いたりとかして、その本棚にこの本が行くそんなに入るのって感じだけどねわかんない。つーさんのあの本棚ぐらい高さがあれば別に入るよ。そうね、ちょっとどうするかまだ考え中なんですが、一応だからここは私が働くスペースというつもりになっている、この働きそうな感じのセレクションですね漫画ばっかりだけどねはい、でここが玄関ホールになります。ここから入ったらここに出る左手にリビングルーム、右手にキッチン、左手にダンシングわからないからっていう感じで、こ
ここはこれ前の玄関にあったやつをそのまま持ってきていますね。この人はこのまままたここに使う感じかしらね。そうね。なんか色塗ったりしても可愛いかもしれないけど、そう思う。でここはなんかこの壁の色がもともと不思議なこの壁の色がリビングルームも全体この色だったのね。そうね。でなんか大家さんが向こう側白に塗ってくれたんだけど、なぜかここだけこの色残されていて、そうね。なんでここ白塗ってくれたんだろうと思うけれど、ここを逆にだからなんかこう素敵な壁紙、なんかフローラルモリス的なね、やつをこうだったらこう入ってきたらっていう感じに塗っていいんじゃないかなっていう。すごくいいと思います。でしょ？はと思ってるんですね。はい。それに手をつけられるのがいつかどうか分かりませんがそれが今現状やりたいなと思っている改革です。あと椅子置くんでしょ？そう、それでここに今ちょっと猫のご飯猫の自動ご飯やり機がありますが、ここにこの一人掛けの椅子を置いて、ここでそうトラちゃんね、こう椅子で「よい!」って「靴を履きますよい!」ってやるんだよね。ここで椅子を置いて靴を履けるスペースにしたいなと思っています。はい。はい。何トラちゃんはどうしたの？僕も出させろ。靴を履きたい。今白い靴下しか履いてないから靴を履きたい。ではキッチンに行ってみます。はーい。こちらです。このうちがすごいいいなと思ったのは、このキッチンもすごい広いというところですね。広い。でこの窓もまた大きいのがあって、でかつこう目の前にすごい大きい一体何階建て分っていう木がある。でそれのおかげで目の前がすごい緑な感じで、リビングルームから見るともうほんと緑しか見えなかったりする。この感じがすごいいいなと思って、集合住宅だけど目の前に家みたいな感じではない、っていうのがすごく気に入りました。はい。でそしてここのこのオーブンもまた気に入りポイント。とうとう我が家にも本格オーブンがやってきました。おめでとうございます。これガスではないんですが、残念ながらね。でも電気でこんな大きいドーンってほら、ちゃんとした大きいピザも焼ける。もう小さくてぎゅうぎゅうなピザではないでこの電子レンジはうちから持ってきたやつね。これがじゃあここに入るのもすごく便利、でこの辺とかこの辺とか、あとバーッとみんなこう引き出しもいっぱいあります、でもそれでも入りきらない、なぜかな？食器がいっぱいあるからですね。食器じゃなくてね、鍋とかそういうツールしかないんですねなんでそれを入れる棚が欲しいんですが、展示を考えている場所としては、この冷蔵庫の横のどっちかなんだけど、この冷蔵庫をちょっと壊れているので、これはうちのもんじゃなくて大家さんのものなんだけど、買い替えてもらうことになっています。なんでその冷蔵庫の大きさに合わせて、でこの冷蔵庫こっち向きにしてここに置くのか、もうこの向きはないかなって私は思っているけど、ここにこう食材となんかの木の棚を立てるかなと思っています。でここにも棚があるんだけど、すごい不思議な形になってる。この下はちょっと見せられないわね感じでちょっと使いにくいね。だからここは掃除用具とかアイロン台とかそういうのが入るのかなと思ったりして、ここのスペースはね、でそれとここに食材が入れられないから、やっぱり食材の棚がここに必要になってくるですね。でここのこの真ん中の台は、便利なのか便利じゃないのかよくわからない、そしてこの柄がすごく私的にはちょっと気に入っていませんなんでこれなのかなみたいな、なんでこの足なのかなとかいろいろ疑問なんですけど、これを素敵なマーブルと、このなんかこう砂場みたいな柄じゃなくてマーブルとかにしたいなーって、じゃあこことかもなんか貼ってねとかしてねっていう風に思っています。でもこの下にだから物も入れられるから、
なんとかして物を収納しようとは思っています。はい。でここにだからコーヒーマシーンとかね、あとお湯沸かし器とか、なんか電気もちゃんと通ってるのが便利なんだけど、今もう片付いてませんけどここにそういうものを置こうかなと思っています。はい。でここには私の調理グッズを置くことにしてみました。いろいろ置いてみた結果、この3品が良いということになりました。これインスタントポットと精米機とブレンダーですね。はい。インスタントポットをわざわざこう奥から取り出さなくてもここで調理ができるようになってとても良いです。あとこの辺もだからもうすでにいっぱい食器が入っちゃってね。はい。まあそうね。どうしたもんかね。でここにはあるのはガスですね。今までガスじゃなかったんだけれど、ガス火でこう調理ができるようになってとても私は嬉しいですが、ツーさんはガスは高いからなと言ってすごくブーブーしているので、そんなことないよ。すぐに火を消すようにしています。でこちらがなんかシンクですね。特に何か面白いものがあるわけじゃないですけど、シンクがあって、でこっちの窓もこうで自動でビューって窓が閉められるから、こっち西日なんだけどそういう時もピッて閉められるから、それは便利で、あとここに洗濯機があります。はい。なぜ西洋はみんな洗濯機がキッチンにあるのかという不思議がいつもありますね。楽なんじゃない？同時にできるから、洗濯と食事と。そうじゃなくて多分水回りの問題だと思うんだけど、お風呂場でもいいじゃん。日本はお風呂場じゃん。日本はお風呂場じゃん絶対、でもさ、なぜか西洋はキッチンなのよね。でそれでこの前違うやつがあったんだけど、すごい壊れていて試運転しようと思ったらドアから泡が溢れ出してきたんですね。なんで買い替えてもらいました、サムソンに。でいろいろねこうヨーロピアンブランドなども検討した結果、サムソンがやっぱりいろいろ小技が効いてて良さそうで、かつ乾燥機があるやつにね本当はしたかったんだけれど、乾燥機があるものってちょっとやっぱり奥行きがあって、ここのきっちり60センチ奥っていうスタンダードなヨーロッパのサイズだと厳しい感じでこんぐらい出てきちゃうなと思って、結局すっごい3日3晩ぐらい悩んだんですけどまたこのサムソンの普通の洗濯機にしてしまいました。はいふわふわのねタオルがタオルがふわふわなホテルライクなタオルを使いたかったんですけど、それにはかないませんでした。ツーさんにもうなんか押し切られてしまいました。ツーさん奥しきってないけどねっていう感じですかね。はい、でこっちには食洗機もある。これは全然普通に動いてるからよし。はい、はい、っていう感じかな。そうだね。でもここはねスペースがあるからこう2人でこことかこれなんだか分かったパイね、パイとかできるでしょ、っていう感じの広さがありますね。はいね、トラちゃん。トラはね滑っています。では次に行きます。こちらの部屋ですね。はい。こちらは何でしょう。開けるとツーさんの部屋。こちらがツーさんのツーサンズルームですが、こちらはバスルームになっています。無駄がない。ここしか廊下ない。すごいよね。すごい。じゃあまずバスルーム行ってみましょうか。はい、お願いします。はい。こちらですね。ほい。コンパクト。そうね。でも前よりここのワイドが広くなって、その分この鏡のこの中にちゃんとなんかこう中がこう全部物が入るようになったからスペースは結構できた。そうね。でここがツーさんのもの、こっちは私の化粧品、でここにスキンケア。あ、そうだったんですね。ここ私スキンケア。スキンケアね。ここ歯と日焼け止めとハンドクリームとか、でここ私の香水、ここツーさんの香水。あ、なるほど、知らなかった。なんで？よかった。ちゃんとよく見てくださいね。はい、わかりました。でこちらは私のメイク道具が入っております。まだ全く整理にたどり着けておらず、いろんなお菓子やら化粧品の箱に無理やり詰まっています。はい。
でここ引き出しもあって、ここにほらドライヤー入れてみたりとかね、ここにアイロン入れてみたりとかね、ここにタオル入れてみたりとかね、ということでいろいろこう収納があるのでコンパクトだけど、割と前よりは実は物が入っているかもしれません。はい、では、はい、お待ちかねスーさんのお部屋がこちらになります。はい、行きましょう。どんなことになってるんでしょうか。はい、こちらツーサンズルームまたの名をゆずルームと言います。そうです。ここにゆずちゃんがいます。にゃー。最近は一緒にケージ越しでご飯を食べたりして頑張っています。クルトルと仲良くなるために。でもまだゆずはここにおります。ツーさんと仲良くやっていますね。はい。じゃあこちらはどのようなインタビュー形式ですね、まずすごい場所を有効に使うためにですね、全てを揃えて、そしてオープンタイプのこの洋服棚にしたんですね。こう圧迫した空間にならないようにですね。で上に靴を置いて、真ん中洋服、そして下にまあいろいろ細かいものを入れて、それでこの角のスペースもちゃんと使えるように、そして角にはゆずのスペースもあります。ゆずがあそこで爪を研いで上で寝ています。そしてその隣には機材棚、上から下までぎっちり機材が詰まっている。開けないでください。はい。で、まあ、本棚、僕は手作りした本棚がとうとうここに来まして、でその横に僕の作業台ですね。そして外にはくつろぎスペース。マットしかないけどまあここにね、ゆくゆくはリクライニングチェアとかは来るんで、そう、あとカクテルとかね、カクテルね、そうカクテルとかね、じゃあ外に行ってみますか。はい、ということでツーさんはこちらで毎日ヨガを。広いんだよね、ここすごいいいよね本当にね、でこっち側の方が日中は涼しいよね。そう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 、夏はね。でそしてこちらにシソとみょうがはちょっと日当たりが強すぎないところの方がいいということなので配置され、大量のシソが栽培されています。本当ね、すごいことになっていますね、はい、こっちもちょっとまだお掃除ができてないので大至急掃除をしなくてはいけません。軽く掃除はしたよ俺、もちろん。納得いってない、そしてそこがね、まみこのキッチンとつながってるんですね。そうだからここからツーさんのご飯が出てくるでしょ。ここで食べることもできる。ここにやっぱさテーブルとか置いてさ、2人でさ、ね、こう気持ちいい日はさ、2人でランチとかさ。あ、ゆずとツーさん？私とあなた。あ、私とゆずさんではなく。ゆずさんではなくあなたですね。ゆずさんともいいけどね。まあでも本当気持ちのいい場所で。普通に4人掛けが置けるわね。そう置ける置ける。あとはね、こっちにしたらやっぱシソの葉っぱが柔らかい。あ、そう。やっぱりね直射日光強いの当たるとやっぱり葉が硬くなっちゃうんだけど、こっちになったらね、いい感じで美味しいシソが取れます。さっきからゆず子が、外に出たそうして、ゆず子外にいるのすごい好きなの。まあね、まったりするの好き。静かにしているわね、ゆず子さんね。ゆず子はもうね、超可愛いよ。はい。ということで、じゃあ行きましょう。じゃあ最後の部屋に行きます。で、こちらがトイレになりまして、こちらは収納があります。結構上まであるから、私のスカートとか上着とか入れたりまあいろいろ入ってますね。でこっちが寝室です。でここはまあベッドルームなのでベッドを置きつつ、私の洋服が収納しきれていないのであの辺りにタンスを置こうかなって思っています。でその奥が謎のスペース、こう窓があってその手前にもまた窓があるという温室っぽいよね、なんかねすごく使い道に困っていますはっきり言って。
でなんか窓がまた硬いから、なかなか動かせないからより面倒くさいっていうなんですが、そんな感じでここに何を置くべきかを募集しています。でベッドはやっと来たやつが、これはまだヘッドボードがまだ来ていないというか、まだ頼んでいなくて、ヘッドを何かつけたいと思っています。でここはライトが全くなくて、そこのこう今つけているベッドサイドライトがつながっているところに主要電源がつながっているので、何か大きなライトをつけないとあかんかなっていう感じだよね。こういうライトをつけろってこと？それはちょっとあれじゃない？わかんないけど、でもこういうライトでいいんじゃないの？そうなの？まあもうちょっと今簡易的に使っているけど、もうちょっとこうベッドサイドライト的なものがいいわね。なんか豆電球がいっぱいついてるみたいな。豆電球？でこれはね、こんなちょろっとな感じでお洋服、私のがいっぱい入っていますが、なんといっても服が入りきらないので、何かタンスが必要だと思っています。はい。そしてクルコさんがそこによくいます。こちら反対側にいます。という状況ですね。はい。こんな感じでだいぶ前より広くなって、その分こうちょっと環境的には少し田舎感、パリからすぐなんだけどね。すごい静か、ここ本当に、全然音しないし。なんでこう前もパリからすぐ、もうパリのすぐ近くだったけど、12区の隣だったからね、だけどそこから2駅しか違わないから、そんなに遠く離れたわけではないですが、高い建物そんなに目の前にはないし、よりフランスっぽくなったね。そうね、全体感。そうね、なんかいわゆる日本でいう東京みたいな感じじゃなくて、本当に普通のなんか一般的な日本。違うかどこそれ分かんない本当どこそれだね、確かに、そうなんかそうね。そうね、うちは家にいることが多いからね、お家が広くなってそれはすごい快適になったね。そうね、本当にツーサンズルーム、本当になんかすごい居心地が良くて。そう、全然出てこないもんね、ツーサン。いや全然出てこないことはないよ出てこないように気を使ってるんだよ。そう、マミコの邪魔をしないようにと思って。マミコの部屋って部屋ないもんね。一応俺的にはリビングルームとキッチンはマミコの部屋だと思ってるから、余計な口出ししないようにしてるよ。そうなの？まあいいや、仲良くやりましょう。そんな感じで、全然整っていないので、またちょっとずつ整っていく様子はまたご覧にいただけるようにします。ではそんな形でルームツアーは終わります、がチャンネルは終わりません。ありがとうございました。ではまた。